YouTube チャンネルへの思いをぜひ語ってください。なんだそれ。でもさ、これについては古布がなくて俺があるっていう感じじゃない？うん。ホームビデオ。ホームビデオだと思ってるから俺。数年後に見返して、懐かしいっつって終わり。だからなんかこういう質問されて嬉しいんだけど、まだなんか追いついてない。俺ら以外の第三者がいることが、気持ちが追いついてない。誰かに見せるために撮ってるっていう気持ちがまだない。あ、そうなの？誰かにお届けして楽しんでもらえてるなら、それはそれでいいんだけど。俺はいろいろ思いがあって後で言うけど、逆に思いがいろいろある俺と、ホームビデオっていうところだけのこの人とっていうのがあるから、1本目の動画はこの人モザイクかかってたの。そう。顔出ししたり。ホームビデオなのに世の中に見せなきゃいけないのつって、こんなブサイクな男をよ、わざわざよ、何が嬉しくてと思って、非公開で動画貯めとけよって思ってたんだけど、出したいって言うから、じゃあモザイクかけてって言ったんだけど、モザイクもなんかめちゃめちゃ文句言って、もういいよじゃあ。いいよじゃあもあるけど、俺の思いをさ、そういうことねっていうのがあったからっていうのもあるでしょ？ってことで俺の思いを言うと、二人の思い出を残したかったのもあるのね。ホームビデオ。やっぱり何回も大喧嘩したし、別れるってなったこともあるし、その時につなぎ止める手段って、手段とか方法ってなんかいろいろあるんやけど、そのうちの一つがお互いの楽しかった写真とか動画を見るっていう。それでなんかお互い熱がスーッと冷めていってっていうことはあるんやけど、顔に自信がないから俺全然写真とか、この人は写真動画撮ろうって言っても俺すごいムスッとするからやめて。撮ったとしてもね。だから見ても楽しそうじゃないの俺の顔が。そうなんだよね。そう。ツーショットを実家のうちのお母さんとかに見せると、お湯さん疲れてるって必ず聞いてくるからね。写真が嫌いだけ。なんだけど、やっぱりこの二人の将来を考えた時に10年先、20年先に振り返って見た時にこんなムスッとした写真だけっていう。本当だよ。で、写真があったとしても、写真って切り取っただけやな。っていうのがあったのね。だから写真もっと撮らなあかんなっていうのと、でも写真嫌いやねんな、ブスな自分が切り取られてしまうからっていう葛藤があったの。で、その葛藤がある中で、俺の推し。誰？推しの C は師匠の C ね。推しね。推し。俺の推しがさ、推しの身内が既得状態にあってさ、その推しはもう身内が既得状態になったらもう動画撮るんだって。毎週とか毎日とか見舞いに行くときに、絶対その人の動画撮るんだって。で、それを周りの人からは、不謹慎だ。で、嫌な顔されるんだって。こんなに苦しんでるのに動画撮るなんてって言うけど、実際それで死んじゃった後に感謝されるから。絶対それはそう。そう。だから絶対に撮っといた方がいいって。もう二度と見れへんからって。大切な人であればあるほど動画って撮っといた方がいいな。っていうのがあって、なんか写真の切り抜きだけやったけど、切り抜きでも抵抗はあったけど、この人との10年20年先のこと考えたら、ちゃんと動画っていう形でお互いがね生きてる状態を残しておきたいなって、そうどんなことがあったか、どんなこと考えてたか、どんな風に過ごしたか、みたいなのをちゃんと残しときたいなって思ったのが一つで、かといって普通に動画撮るだけやったら無駄なシーンもいっぱいあって、だからそこちゃんと編集して見どころのところだけ置いといて見やすくした状態にしたら、二人の思い出としてすごいいいものが積み重なっていくな。まあね。っていうので、動画撮りたいな、編集もちゃんとしたいな。で、三つ目。こんだけ綺麗に編集するんやったら、こんなのもいるよっていうのを投稿したら、それでこういう人いるんだ。年頃でちょっと性別悩んでるとかさ、性的思考悩んでるっていう人が、なんかやっとらっていう風に思えるかもしれんしさ、親世代の人とかがさ、なんかヒットするものがあるかもな、みたいな思いがあったっていう3つがあって、なのにこの人はモザイクかけてくれっていうの。俺としては思い出で見返したいのに、見返した時にモザイクかかってんだけどっていう思いを伝えて、じゃあモザイクいいよなしにするよって言ってくれて、そんな思いがあるんです。で、次の質問。逆に視聴者に聞きたいことありますか？なんで登録したんやろっていうのは気になるかな。それは気になる。うん。何がいいと思ったんって感じ。
どういう場面を見たいと思うか、みたいな。まあでもそんなところかな。聞いてみたいこと。じゃあ、次。二人の中で一番好きな食べ物はっていうのは多分言ってるから、うん。得意料理。教えて。言っていいの？いいよ。びっくりするよ。得意料理でしょ？うん。得意料理、それでもレシピ見てどういう調味料使うか思い出さなあかんけど、うん。チーズタッカルビ。おお。でしょ？すごいね。マジで？うん。一回も作ってくれたことないじゃん。1回は1、2回作ったよ。俺が料理あれか。やってた時。好きなチーズを存分に使えるし、うん。意外とチーズタッカルビって煮込みに近いからさ、意外と簡単で美味しいし、チーズもいっぱい使えるから好きだし、作りやすいし、意外でしょ。意外だった。まさか、韓国料理が出てくるとは思わなかった。何？逆に。俺の得意料理？昔はオムライスとかやってたけど、最近はあなたが喜ぶのもあって、オムナポうどんかな。ああ、そう。この人のオムナポうどんが好きで。オムナポうどんがまずメジャーじゃないと思うから、まあね、難しいと思うんだけど、要は、ナポリタンの味付けしたうどんの下に、ちょっとこうトロトロ半熟の卵があるっていうオムライスとナポリタンの合わせ技みたいな。楽あれ、フライパンでそのまま出せるから。じゃあお願いしやす。あなたがだいたい元気ない時とか。出てくるね。そうそうそう。なんか美味しいの食べたいっていうリクエストの時はだいたいオムナポうどん作って出すと喜んでくれるから。あれもチーズいっぱい入れたりとか、パルメザンかけたりとかすると喜ぶから作って喜ぶからって子供って。そう、喜ぶから。次が、二人は普段どんな仕事をしていますか？あんまり詳しくは言うの難しいけど、対人援助職。広いね。俺は普通のサラリーマン。広すぎる。俺より広いよ。会社の中にいます。で、もし指をパチンと鳴らすだけで必要な学歴資格を手に入れてどんな職業でもできるとしたら何をやってみたい？ないなぁ。何やるなぁ。働きたくないな。でも資格とかってそうね。そうだね。入り口に立てるってことでしょ？ああ、そういうことないなぁ。才能でもいいでしょ？歌手とか。ああ、そういうこと？うん。アイドル。疲れそうやな。あ、アイドルやりたいかも。マジで？うん。いた。すべてが整ってるんだよ。指なら。容姿も、性格も。なるほどね。あ、容姿も変わるってことね。そうだよ。それに応じた。そうだよ。アイドル。アイドル。マジで俺なんやろな。でも、人と関わらんで一人で熱中できる仕事がいいな。あ、研究職？いいね。それ。ああ。次が、クレイジーだけど不可能じゃない夢ってありますか？めっちゃ怖いけど、宇宙に行きたい。ああ。海の中ですら怖い俺が宇宙空間の多分発狂しちゃうけど、宇宙は宇宙で好きだから行ってみたい。高須幹也に会いたい。始まったよ。クレイジーじゃねえだろ。クレイジー枠に置くなよ、あの人。次、趣味は何ですか？最近やってないけど、絵描くこととか。うまいよね。料理も趣味になってきちゃったかな。すごいね。ゲームだよね、やっぱ。ゲームと本読むことかな。後ろの本、ほぼ俺の本だ。実はこんな特技があるって意外に思われそうなスキル。俺さ、速読できる。フォトリーディングとは違うんやけどさ、割と速読とか気になって調べるんだけど、あ、これ俺やっとるわって思って。できちゃう。なんか塊で見るんやって、速読って。一字ずつ追うんじゃなくって、なんとなくの塊でポン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 って追っていくんやけど、それやってるわ、俺。なんか、ちょっと集中したらかって言っちゃう。俺の特技は秒で寝落ちする。最高だね。じゃあ次これ。今一番よく聴いている曲は何ですか？最近は多分わかんないと思うけど、ピキっていうアイドルグループのピンクが集まって組んだユニットなんだけど、88っていう8番出口って映画のコラボレーション曲。Perfume と同じ作詞作曲の人が作った曲で。あ、それで Perfume 好きだからこの人。そう、Perfume 好きだから。俺聴いてる曲って何やろうね。曲聴いてんの？あなた。うん。あ、そう。家でも別になんか。家では聴かへん。YouTube は見てるけど。あ、移動中曲聴いてんの？あなた。うん。あ、そう。俺特定の曲ってないかな。いろんな曲バーっと聴くから、これ聴いてますみたいな。でも幅広く聴くよ。アニソンもボカロも J-POP も演歌も。
確かに。カラオケ行ったら意外と知ってるからびっくりした。はい、じゃあ、今回最後の質問。コラボを考えてますか？コラボしたいですか？まあ、俺はいいかな。ただコミュ力低いから。そうなんだよ。やるとしたら俺が喋んないといけなくなる。それはそれで面白いことになりそうなとも思ったりする。俺がもうなんかさ。優しくなってんの。へえ。みたいな。相づちボットになってねえから、この人の前で見せるわしと、他の人の前での普段のわしとっていうのが、見てる側からしたら面白かったりするんかとか思ったりはするんだけど。全然俺は緊張しそうやなとは思うけど、まあでもコラボやってみたら面白そうやなとは思ってる。俺もいろんな人と喋るのは好きだから、全然。そうだよね。機会があったら。そうあったら。ていうかそもそもこんな弱小に誰が声かけるっていうのはあるけど。確かに。もし機会があればね。ね。これで質問。終わり？全部答えたよ。質問は、今回集まった分は答えられたはず。てかいっぱいくれたね。ありがたい。嬉しいね。嬉しい。こんなただのホモビにさ。ホモビ言うな、同性カップル。ただの同性カップル。ね。こんだけ見てくれて、質問までくれて、興味持ってくれて、痩せましたとかって言ってくれ。ね。追っかけてないと。いつから見てくれてんのって話だよね。追っかけてないと出てこんからね。本当だよ。友達すら気づかないやついるからね。自分から言って痩せたんだけど。まあちょっと、次回からまた違う動画撮っていくし、こんなん見たいもあれば。こんな話してとかでもいいし。ということで、この動画が良かったと思ったら、コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。あとは TikTok、インスタのフォローお願いします。カメラに向かって、こんにちは。静止画みたいになってる。